MBTI のビジネスモデルを税理士が解剖解説。 MBTI をやったら INFJ だったんだよね。確率 SSR なんだよね。道理で生きづらいと思っていたわ。納得だわっていう人がいたよ。はい、私も俺 IQ165 あるんですけどねっていう人に会ったことあります。同じだね。同じですね。ちょっと寄っちゃってるからさ、説明してよ。どう同じなのかまとめてくれない？ 2つでしょうね。1つは俺って希少価値がある、すげえという承認欲求。もう1つは純粋さでしょうね。純粋さ？その INFJ って確率低いことになってますけど、実際にはむしろ多いと思いますよ。そうすれば多くの承認欲求を満たせてサービスが売れます。 IQ 診断も同じですよね。そういうのを無視して素直に喜べる純粋さです。船舶って言ってない？言ってはないですよ。代わりに MBTI がどんなビジネスモデルなのか説明していきます。 MBTI とは端的に言えば、 MBTI とは人間が情報のインプットとアウトプットを行う際の癖を16種類に分類した地図です。最近ではさらに64に分類する場合もあります。1、4つの指標真の座標軸。 MBTI は以下の4つの対立する軸を組み合わせて性格を判定します。エネルギーの方向 E、VS、I、E 外交。外部との関わりで充電する I 内向。一人の時間で充電する情報の受け取り方 S、VS、N、S 感覚、事実、データ、五感で捉えられる具体を重視 N 直角、概念、可能性、行間にある抽象を重視判断の仕方 T、VS、F、T 思考、論理、原理原則、客観的な正しさを重視 F 感情、調和、人間関係、個人的な価値観を重視外界への接し方 J、VS、P、J 判断、計画的、決断、コントロールを好む P 近く、柔軟、状況対応、可能性を残すことを好む2、生い立ちユングの理論のパッケージ化。心理学者カール・ユングが提唱した心理学的類型という難解な理論をアメリカの母娘マイヤーズとブリックスが素人でも使えるように整理し、質問紙形式に落とし込んだのが始まりです。3、MBTI の売り性格の階層構造心理機能。あなたが INTJ だとしたら、それは単なる4文字の羅列ではなく、脳内での優先順位心理機能を示しています。主機能最も得意な武器。あなた INTJ なら内向的直感 NI、物事の本質や未来のパターンを洞察する力。補助機能2番手の武器。外交的思考 TE、論理的に効率よく物事を組み立てる力。このどのエンジンをメインで回しているかという構造が MBTI がただの占いよりも深く感じられる理由です。ビジネスモデル。 MBTI は単なる性格診断を超えた非常に巧みで多層的な認証教育エコシステムというビジネスモデルを持っています。その収益構造を B に B 対企業と B に C 対個人の両面から解剖すると以下のようになります。1、知的財産 IP の独占と認定モデル。 MBTI の革新は診断そのものではなく公式認定という付加価値にあります。認定資格ビジネス。 MBTI は誰でも勝手に名乗って有料で実施できるわけではありません。高額な認定ユーザー有資格者向けのトレーニング講座を運営し、ライセンスを発行することで収益を得ています。アセスメント販売。企業や個人が公式診断を受ける際、1回ごとに受験料が発生します。これはソフトウェアの SAS モデルに近い重量課金の形態です。物理的デジタル教材。診断結果を解説するための冊子やワークブック、チームビルディング用のツールキットなど、周辺商材の販売がセットになっています。2、B に B 法人向けコンサルティングモデル。MBTI が世界的なブランドになった最大の要因は、企業の共通言語化に成功したことです。チームビルディング。あの人は INTJ だから論理を好む、彼は ENFP だからアイデアが豊富だといった共通言語を組織に導入することで、コミュニケーションコストを下げたい企業のニーズをつかんでいます。リピート性の高さ。新入社員研修、管理職研修、部署移動など、組織に人が出入りするたびに診断と研修の需要が発生するため、LTV 顧客生涯価値が非常に高いモデルです。高い参入障壁。ユングの心理学的類型論という歴史的背景と、数十年にわたる統計データを盾に、信頼性のある公式ツールとしての地位を確立しており、
無料の性格診断サイトとは差別化されています。3、心理学的ハロー効果を活用したブランド戦略。 MBTI はラベルを欲しがる人間の欲求を巧みに利用しています。コミュニティ形成。診断結果が16タイプという具体的で親しみやすいラベルになるため SNS 等で自発的にシェアされます。これが強力なフリーミアム無料の広告等として機能し、最終的に公式の正確な診断を受けてみたいという有料顧客を呼び込みます。権威づけ。多くの FORTUNE500 企業が導入しているという実績がさらなる権威を生み、高単価なビジネスコンサルティング料を正当化しています。市場規模。 MBTI を運営するザ・MYERS BRIGGS カンパニー QCPP インクは非公開企業であるため、上場企業のような詳細な決算書、貸借対照表や損益計算書は一般公開されていません。しかし、市場データや推計値からその数字の規模感を読み解くことは可能です。1、収益規模売上。 MBTI という診断ツールが生み出す経済効果は周辺ビジネスを含めると非常に巨大です。年間推定収益。 MBTI に関連する市場全体では年間20億ドル約3000億円以上の収益を上げているという推計もあります。運営会社の売上。発行元であるザ・MYERS BRIGGS COMPANYCPP インク単体の年間売上は約5000万ドル1億ドル約75億150億円程度と推定されています。2、ユーザー数と市場浸透率。数で見た時のブランド力は他の診断ツールを圧倒しています。累計受験者数。これまでに世界で約5000万人が診断を受けたとされています。導入組織。フォーチュン100企業の約5社に1社が導入しているほか、世界中で約1万社、2500の大学、200の政府機関で活用されています。3、ビジネスモデルの利益率を推測する数字。決算書はありませんが、その構造から営業利益率が極めて高いことが推測できます。低コストな複製。デジタル診断が主流のため、一度開発した設問アルゴリズムを販売する際の追加コスト変動費はほぼゼロに近い典型的な情報資産ビジネスです。高単価なライセンス。認定講師の育成講座は数日間で数十万円といった高単価な設定であり、これらが安定したキャッシュフローを生んでいます。まとめ数字から見えること。 MBTI の数字を支えているのは1回売って終わりではない構造です。診断課金個人が受ける。資格ライセンス講師が毎年更新する。組織インフラ企業が毎年研修を行う。この個人専門家組織の3方向から資金が流れ込む仕組みにより、非公開企業ながら世界的な影響力を持つ心理学の巨人として君臨しています。批判。 MBTI には科学学術の側面から非常に激しい批判があります。むしろアカデミックな心理学の世界では疑似科学占いに近い扱いを受けることも少なくありません。1、科学的妥当性の欠如。再テスト信頼性の低さ。最大の批判は同時人が受けても数週間後には結果が変わることが多いという点です。統計的欠陥。信頼性のある心理テストであれば短期間で結果がコロコロ変わることはありません。しかしMBTI は受験者の約 50% が5週間後の再テストで異なるタイプに分類されるという研究結果もあります。二分法の問題。人間の性格は本来グラデーション正規分布ですが、MBTI は強引に外向か内向かの2択に分法で切り捨てます。境界線上にいる人はその日の気分でタイプが変わってしまうのです。2、産業心理学における有効性の否定。ビジネスモデルとしては成功していますが、人事評価や採用に使うべきではないという批判が根強いです。予測妥当性の欠如。どのタイプがどの職務で成功するかという相関関係が統計的に証明されていません。つまり MBTI の結果で配属を決めてもパフォーマンスが向上するというエビデンスはないのです。公式の回避。実は MBTI の運営元自体も採用の判断基準として使用してはならないというガイドラインを出しています。訴訟リスク回避の側面もあります。3、バーナム効果への依存。MBTI の解説文は誰にでも当てはまるようにポジティブに書かれています。批判的内容の欠如。多くの心理テスト BIG5 などは神経症的傾向情緒不安定さなどのネガティブな指標も測りますが、MBTI は基本的にあなたの強みしか語りません。欠点の美化。例えば計画性がないを柔軟性があると言い換えるなど、
全てが肯定的に響くように設計されているため、需要性は高いが自己客観視には不向きだと批判されます。4、開発者の専門性への疑念。 MBTI を開発したキャサリン・ブリックスとその娘イザベル・マイヤーズは心理学の専門教育を受けた学者ではありませんでした。独学の理論、ユングの心理学的類型をベースにしていますが、ユング自身が私の理論はあくまで臨床上の観察であり厳密な分類ではないと警告していたにもかかわらず、彼女たちはそれを固定的な16タイプに型破りな解釈で落とし込みました。 MBTI はエンタメかツールか、これらの批判を総合すると MBTI は科学的な自己分析装置としては落第点ですが、組織のコミュニケーションを円滑にするための共通言語お遊びとしては非常に優秀であるというのが公正な評価でしょう。合憲。もっとも論理的な妥当性や科学的な批判は横に置いて、ビジネス経済というゲームの視点に立つと MBTI の運営会社は極めて勝者であり多大な社会貢献をしていると言えます。1、経済的インパクト。納税と雇用、高収益であるということはそれだけ多額の法人税を納めていることを意味します。有料なビジネスモデル。製造業のように原材料や大規模な工場を必要としない知識集約型ビジネスは利益率が高くなります。富の再分配。その高い利益から従業員への給与支払いや認定講師、世界中に数万人という個人事業主の市場を作り出しており巨大な経済圏を支えています。2、社会的なコストの削減。批判がある一方で MBTI が組織に導入されることで目に見えないコストが削減されている側面もあります。コミュニケーションの円滑化。共通言語化では T だから結論から用などがあることで無駄な衝突や会議の長期化を防いでいます。安心の提供というインフラ。多くの人が自分は変ではないと納得しメンタルヘルスを保てるのであれば、それは一種の社会的な安定剤、公共財のような役割を果たしていると言えます。3、実学としての価値。科学的に正しいことと現場で役に立つことは別物です。使い勝手の良さ。複雑すぎて誰も理解できない精密な心理学理論よりも多少ガバガバでも明日から使える16タイプの方が現場の人間関係を動かすエネルギーになります。実利の追求。企業が数十年にわたって高い費用を払い続けているという事実は科学的な成否を超えて現場で何らかの実利ベネフィットがあるという市場の評価そのものです。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。ご意見ご感想もお待ちしております。